今回はピンクのドラゴンフルーツを使って作るピンチョスフィンガーフードと冷たいトロピカルドリンクを紹介します。ドラゴンフルーツはまたの名をピタヤって言いますね。最近はスーパーでよく見かけるようにもなったんですけれども、こういうね、ピンクのちょっとトゲトゲしたような見かけのものなんですが、触るととっても柔らかくって、で、中を割るとね、白だったりピンク、あと最近はね、黄色のものも出回っています。で、果肉の中には黒いごま状の種があるんですけれども、とってもそうね、あっさりさっぱりした風味で、ほのかに甘いフルーツです。まずはこれを半分に割っていきます。はい、こういう風にね、中身は結構真っ赤っかですね。割ったら、このね、周りの皮はとってもそうね、ゴムみたいな感じでちょっと柔らかいんですね。これをね、優しく、この果肉の部分を壊さないように優しくね、外していきます。カットしたらまずは、ピンチョス、フィンガーフードの方をね、先に作っていきましょう。端を落として、これをね、2センチの厚さにカットしますね。はい、こういう風に、こんな感じでカットをしたら、今度は2センチ角に切っていくんですけど、もちろん包丁で2センチ角にカットしてもいいんですが、今日はね、私はこういう角型、四角型のね、セルクル、抜き型を使っていきます。2センチの抜き型で抜いていくと、全部同じ大きさでカットできるので、とっても便利です。もし持っていたらこういうの使ってくださいね。フィンガーフード用にこうやって四角くカットすると、どうしてもね、周りのところが余ってしまいますね。で、ここを使ってトロピカルドリンクね、作っていくので、適当な大きさにカットをしていきます。こういうね、フルーツを切るときは、パイナップルとかバナナなんかでも同じなんですけれども、カットしたものをそのままビニール袋に入れて凍らせてしまうと、取り出すときにそのカットしたものが全部くっついてしまって使いにくいんですね。でもこうやってトレーに広げて凍らせてから袋に詰め直すことで、実際使う時になると一個一個離れているからとってもね作業がしやすくなるので、ぜひやってみてください。はい、じゃあフィンガーフードをね、まずは一つ組み立てていきましょう。ハムをね、触れば触るほどふわふわに仕上げるのが難しくなってしまうので、手早く作業するっていうのを意識して組み立ててみてください。はい、適当な大きさにちぎりながらまとめていきます。ドラゴンフルーツはかなりあっさりめの甘さなので、蜂蜜を一たらしします。はい、そうしたらピックでふんわりまとめた生ハムをこのままふんわりさせたまま、はい、まず1個できました。これをね、あと9個作っていきますね。とっても可愛いでしょ？もちろんね、他の色のドラゴンフルーツで作っても可愛いです。今から作るのはピンクのピニャコラーダ。ピニャコラーダといえばね、パイナップルとココナッツミルクで作るのが定番なんだけど、このね、ドラゴンフルーツを入れることで鮮やかなピンク色になります。はい、じゃあこのドラゴンフルーツ、冷凍したものをまず 100g ね。冷凍のパイナップルも 100g。市販の 100% の、パイナップルジュース、これも 100cc。牛乳がこれも 100cc、 覚えやすいでしょ？パイナップルジュースはね、こういうもうスーパーで簡単に買えるもので十分です。
最後に、これは、モナンのココナッツシロップを使います。ココナッツシロップは大さじ1から1.5。これはパイナップルの甘さにちょっとね、よって変わってくるので、もし冷凍じゃなくってフレッシュなパイナップルを使うときに、すごく酸っぱいパイナップルだったら1個半入れてください。はい、よく混ざりました。じゃあね、私はお酒を飲まないので、このままモクテルで飲むんだけれども、アルコールお好きな方はホワイトラムをお好みでここでね入れてください。で、入れたらね、本当にもう一瞬、これぐらい一回しして、グラスに注いでください。これをね、このままグラスでいきたいところなんだけれども、一旦、はい、じゃあこういう風にね、グラスに移す前に、計量カップなどに一旦移してから、グラスに注ぎます。お花を飾って、はい、できた。乾杯。最後までお付き合いくださってありがとうございます。もっと料理を楽しみたい、新しい味に出会いたいと思ったら、概要欄をぜひご覧ください。ハワイやアメリカのレシピ、そして暮らしを楽しむヒントをお届けしています。